これまでの伝統を引き継ぎつつも現代のハードヒッター用にアップデートされたのがこのプリンスファントムグラファイト97。今回はこのラケットの魅力を10分に凝縮してお届けします。2020年5月に販売開始となったファントムグラファイト100と107。クラシカルな雰囲気を十分に残しつつもテキストリームトアロンや CTS などを採用することによって現在のテニスシーンでも十分に活躍してくれるラケットに仕上がっています。在庫切れも続出するなど人気を博している製品です。そして2021年3月に追加となった新しいスペック、それが今回インプレをするファントムグラファイト97なんですね。まず何よりこのデザインは語らずにはいられません。最近のラケットは艶なし仕上げが多い中でこのブラックのグロス仕上げはプロストックのようでとってもかっこいい。正直このデザインだけでも手に入れる価値はあるんじゃないかと思ってしまうほどです。スペックは名前の通り97平方インチと小さめのフェイスになり、ストリングパターンは 16×19、重さは 315g、 バランスが 305mm でシリーズ中最も重く最もトップライトになっています。ただ単純にハードにしただけではなくパワーや安定性を補うためにフレーム圧は全体がプラス 1mm となっています。これによりフレームの剛性が高まりパワーロスをしにくいしっかりとした打球感を実現。さらにグロメットは従来のエクスパンドホールだけではなくパラレルホールも採用したことで今まで以上にストリングが働いてくれる仕上がりになっています。今回はプリンスのツアー XT18、 太さが 1.18mm を張り上げ各種テストを行ってきました。まずはトスマシーンでのストロークテストをしましたが、想像していたよりもはるかに気持ちよく打ち抜くことができるラケットですね。打球感は間違いなくマイルドなブルーに入ります。硬派な見た目からハードな打球感を連想してしまう人も少なくないかもしれないですが、決してガチガチなフレームではないですね。ボールの食いつきはよく、それでいてフレームがしなりすぎることもない、いいバランスを実現しています。クロスバーが入っていることでしなり具合やしなる場所がちょうど良くなっているようです。少しボールが乗る感触がありつつしなりすぎることもないので、特に熱い当たりで打ち込みたいハードヒッターとの相性は間違いなく良さそうです。またそういったハードヒッターだけではなく僕のような一般プレイヤーのスイングでも弾道を上げたりスピンをかけたりという面での違和感はなく十分に飛距離を出すこともできました。同じ97平方インチのプロスタッフ97や V コアプロ97と比べてラケットのパワーで劣るということは決してなくて、むしろ飛ばしやすい方なんじゃないかなというふうに感じました。片手バックハンドのトップスピンもテストしてみました。フォアハンドに比べると正直ちょっと厳しいんですが、使っていて大きな違和感というのはなかったですね。もともと片手バックハンドはうまくボールを捉えないとフォアよりも飛ばせないことが多いショットで、ファントムグラファイト97に関して言うとアシストしてくれる感じというのは少なかったです。でもボールがちょっと乗っかる感じがあってコントロールはしやすいので、プレイヤー側がいかに振り抜けるかというところなのかなというふうに感じました。個人的には左手でシャフトに手を添えた時の真っ平らなボックス具合、そしてグロス仕上げによるつるっとした手触り、これが最高にいいんですね。ラウンド系だと面の向きがちょっと感じにくい時があったりしたんですけれども、このピュアなボックス形状ならそういう心配は無用でした。打球感も合わせてとにかく気分が高まる一本だと言えるでしょう。スライスもテストしてみましたが、トスマシンのボールだと結構厳しかったです。小さいスイングで弾いて飛ばすような打ち方には正直合わないので、スライスでもある程度のスイングの速さ、スイングの大きさが求められますね。守備力に重きを置いているラケットではないことを考えると、ここら辺は妥当と言えるでしょう。場所を変えてラリーでもチェックをしてみました。相手は以前の動画にも登場してくれたナイスガイな町田さんです。ウォーミングアップでのラリーでしたが、結果としてとても気持ちよかったです。
97平方インチのラケットとしては弾道を上げたり下げたりが非常にやりやすく、トップスピンボールのコントロールが非常に良かったです。飛びに関しても 1.18mm という細いポリが組み合わさっていることもあってか、思ったよりも飛ばすことができましたね。面がブレることもなく、ラリーにおいても安心感があって、トスマシンでのテストの時以上に気持ちよく打つことができました。この打球感は非常に魅力的と言えますね。反対にラリーをしていて辛く感じたのは片手のバックハンドで、特に相手のボールが深い時はライジングでさばくか下がってしっかり打つかという感じだと思うんですが、僕の体力ではどっちも多少辛さがあるなという感じでした。ただ試しで両手打ちをしてみたらすっごい打ちやすくてびっくりしました。スピンもかけられるし、ちょっとボールが乗っかる感じもあって、とにかく安心感がありました。なので個人的には片手打ちのバックハンドの人よりは両手打ちの人の方がおすすめかなという印象でした。ストローク主体のプレイヤーならより良さを感じられるラケットなのかなと思います。このラケットを使用していて厳しさを感じたのは、コンパクトなスイングやゆっくりめのスイングをした時でした。例えばボレーやライジングなどでボールをさばきたい時なんかに面を合わせて返すだけだと力のないボールになりがちでした。基本的にはストローク主体でガシガシ打っていくのが一番フィットしやすいと思いますので、ハゲ打ちというコンセプトに偽りなしでした。僕自身は普段から 310g を超えるラケットを使うことが多いので、このファントムグラファイト97でもサーブは普段通り打つことができました。引っかかりがあってスピン系もいい感じ、サーブ&ボレーも意外とできちゃいました。レシーブからのストローク戦になるんですが、とにかくラケットを振り抜けばボールが落ちてくれるという安心感があります。ボールの落差が大きく、トップスピンならとにかく振り切ってなんぼ、そんなラケットです。ここもしっかり振り切ったことでギリギリライン上に決めることができました。ゲーム形式でもフォアハンドストロークは本当に気持ちよく打てましたね。バックは多少しんどいんですが、これは僕自身のスキルの問題が大きいので、練習しようかなっていう感じです。スピン性能がいいのでアングルも打ちやすいし、ボールの角度や高さなど立体的な攻めがしやすいというのも、グラファイトらしいなという感じでした。最後にインプレのまとめと僕が考えるこのラケットのおすすめプレイヤーについて解説します。まずはデザイン。正直これだけでも買う価値ありと言ってもいいくらい素敵な仕上がりだと思います。その一方、欲しいんだけど自分に扱いきれるのか心配っていう人も少なくないと思います。ハゲ打ちっていうコンセプトなので余計不安になりますよね。で、実際打ってみて確かにラケットの良さを引き出しやすいのはハードヒッターだとは思います。しかし僕くらいの一般プレイヤーでも十分気持ちよく打てるラケットでもあります。フレームの厚さであったりグロメットの構造、そういったいろんな部分が効いてるんだと思います。フラットからスピンまでボールをしっかり叩けるのが97、シナリオをしっかり味わいたいなら107、バランスに優れている100、そんな感じで選び分けしたらいいんじゃないかなというふうに考えています。97に関して言うと、ラケット自体がパワフルというわけではなくて、プレイヤーのスイングパワーを無駄なく伝えてくれる、そんなイメージでいいんじゃないかなと思います。とは言っても、太めの多角形ポリとかハードめなストリングを貼ってしまうと一気にハードモードに突入してしまう可能性はありますので、そこは自分の体力に合わせてうまくストリングを選ぶ必要があるという点は十分理解していただければと思います。ファントムグラファイト97のより詳細なインプレやストリング選びなどについては、僕が運営しているブログのアドブロで解説しています。概要欄に URL を貼っておきましたので、ぜひ一度チェックしてみてください。今後も気になるアイテムを分かりやすくインプレしていきますので、一緒に楽しみつつテニス界を盛り上げていけたら嬉しいです。そ
それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。